さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、もう火を使わないで作るパリブレスト、こちらをご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ材料の粉なんですけど、必ず1回ふるってください。ふるっておきます。はい、これ材料のバターとお水なんですけど、今回火を使わないのでレンジで作っていきます。ここに1回全部お水を入れて沸かします。で、ラップをしてもらって600ワットで沸くまで温めたいと思います。はい、これ今完全に沸いたんですけど、熱いんで気をつけてください。そしたらこう軽く混ぜて溶け残ってないか確認して、で、粉を一気に加えちゃいます。はい、そしたらこれ粉をバターとこの水ですね、しっかり吸わして混ぜてください。はい、こんな感じに混ざったら、これラップをしてもらって600ワットでもう一回加熱したいと思います。はい、これ今加熱したんですけど、軽くこうやって混ぜてください。そうすると均一に火が入ります。結構熱いんで気をつけてください。でまたこうやってひとまとめにして、またこれで加熱していきます。はい、これ今加熱した状態ですね。皆さんそろそろオーブンの予熱は始めておいてください。今これ加熱した状態です。で、卵ですね、これを入れてこうちょっとつないでいきます。半分ぐらいかな。はい、で混ぜます。はい、これ今卵を半分入れた状態ですね。まだ全然硬いんですけど、こうもちもちした感じになってます。ここに残りの卵も加えていきます。はい、これ今卵2個入った状態なんですけど、これね全然ちょっと硬いんですよ。でこれやっぱり卵のサイズとかによっても硬さ変わってきちゃうので、これもう少しだけ卵足します、追加で。で最終の出来上がりの生地の状態で合わせるようにしてください。この後ちょっと足していきます。はい、これ卵が入った状態なんですけど、これ結構しっかりいっぱいすくって、こうやって下にこの感じ、結構しっかりすくってもらって、たらーっとした感じですね。これぐらいで絞っていきたいと思います。はい、これ今オーブン予熱してると思うんですけど、今日は絞るサイズは15センチに絞りたいので、これ何でもいいんですけど、これ型でこうやってちょっと模様をつけます。こんな感じで、これに合わせて絞っていけばこのサイズで簡単に絞れるので、模様はつけていってください。これ下に引くやつはシルパッドじゃなくても何でもいいので、必ず下に引くように準備しておいてください。はい、じゃあ型に合わせて絞っていきます。はい、そしたら焼く前に生地の上にアーモンドスライスをちょっと乗せていきます。はい、あと焼くだけなんですけど、これちょっと焼く前に軽くこうやって粉糖を振ってあげます。で生地の水分に反応して粉糖がちょっとなくっていうかこう溶けるんですけど、そうすると生地がこう暴れずに綺麗に焼けるので、
お砂糖を振って焼いていきたいと思います。はい、これで焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。はい、じゃあこの後カスタードを作っていきます。で、今日は火を使わないのでカスタードもレンジで作りたいと思います。これまず卵ですね。卵を卵黄を使いたいので卵黄だけちょっと卵白と分けます。はい、これ卵黄にまず材料のお砂糖ですね。今日はグラニュー糖にしてます。で、軽くこう混ぜてなじませてください。はい、必要以上に泡立てたりしなくていいのでこれぐらいで大丈夫です。そしたらここに粉を入れるんですけど、これさすがにふるいたくて直接ふるいながら入れちゃいます。はい、今粉が入った状態ですね。これもなじめばいいのでなじませるようにこうやってゆっくり混ぜてください。はい、こんな感じです。で、通常だったらこれ温めた牛乳を入れて火にかけたりすると思うんですけど、今日はレンジで作るので冷たい状態でもう全部入れちゃいます。で、これも溶き伸ばすようになじめばいいのでこうやって混ぜていってください。はい、これ今加熱3回やったんですけど、こうやって軽く混ぜてください。そうすると均一に熱が入って滑らかなカスタードができます。で、またラップは戻してもらってこれで加熱を続けていきます。これで結構しっかりめに混ぜてください。このぐらいちょっととろっとしてるんですけど、もう一回加熱します。そうするとかなりサラッとした状態になるのでそこまで加熱してください。で、これ結構いい感じですね。はい、これ加熱が終わりました。しっかり混ぜてください。わかります？さっきブリッとしてたんですけどもサラッとした状態ですね。これでカスタードはもうできちゃってます。これを急冷したい、すぐ冷やしたいのでバットに広げて冷ましていきます。はい、これしっかり冷やしたカスタードなんですけど、これ見てください。しっかり冷えてるとこうやってつるって剥がれるんですよ。剥がれないってことは炊けてない、火が入ってないってことなのでその場合はもうやり直しになっちゃいます。これをほぐして使っていきます。で、これ最初はカスタード弾力があってちょっと硬いので、硬いじゃないですか。こうやってゴムベラでしっかりこうほぐしていって滑らかにしてから使ってください。はい、こんな感じでクリームっぽくなりました。そしたら他の材料と合わせていきます。はい、これプラリネアーモンドっていう商品なんですけどパリブレストには欠かせないのでこれを加えていきます。まず一部を入れて、でちょっと溶き伸ばす感じですね。はい、こんな感じで濃厚なやつができました。そしたらこれをこっちの方に混ぜていきます。はい、2つが混ざった状態です。見てください。あとはバターを混ぜればクリームは完成です。はい、これバターなんですけど必ずこうやって柔らかい状態にしてください。硬いともう全然混ざらないんで、後で加熱とかもできないんで、まずこうやってバターの硬さを調整しておくのが結構大事です。まあ常温に置いとけばいいだけなんですけど、こんな感じですね。見えますか？滑らかな状態。これをさっきのカスタードと混ぜていきたいと思います。はい、そしたらこれこっちのカスタードの混ざったやつの一部をこっちに入れます。
でここからは泡立て器が良くて、ここでしっかり混ぜていきます。はい、これ一部入れてしっかり馴染んだんで、もう残りのカスタードを全部加えます。はい、しっかり混ざればクリームは完成です。こんな感じですね。そしたらこれを絞り袋に入れて使っていきたいと思います。はい、じゃあ仕上げていきたいと思います。これクリームですね、口金に入ってます。これ口金は何でもいいのではめといてください。はい、まずクリームは真ん中に1個絞ります。これさっき小さく絞ったやつなんですけど、これ一応2つに切って、でこれを中にちょっと入れていきたいと思います。さあできました。パリブレスト完成です。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。見てください、家でできます。これやってください。本当にうまそう。これもうまいね。やれるこれ。やった方がいいよ。美味しいですよ。さあこれポイントのおさらいですね。もうポイントはこれ生地作るときにこれ卵を入れたじゃないですか。で卵を入れて最後のちょっとたらっと落ちる生地の状態にするっていうのがめちゃくちゃ大事です。卵の数ちょっと目安なので、そこはちょっと調整しないといけないので、そこだけうまく守ってやってみてください。あとはこれ今回ちょっと大きめに焼いたんですけど、15センチ。これ別に小さく作っても全然同じようにできるので、何個か複数できちゃうと思うんですけど、小さくやるのも美味しいのでぜひやってみてください。あとは1個結構重要なの忘れてました。これ生地焼くときに家庭用のオーブンだとちょっと火力が弱いんで、これ生地ができるじゃないですか。であったかいうちに絞ってあったかいうちに焼くっていうのがふっくら焼くポイントなので、そこはしっかり守ってやってみてください。もうそれさえ守ればね、めちゃくちゃ美味しいのできますのでぜひやってください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。